こんにちは、スタイルファンです。今回はブラックバスの本能について解説します。ブラックバスの本能を理解すると、バスが釣れる確率が高くなります。そして、いくつかある本能のうちのどの本能に対して釣りを組み立てていくかで、バスフィッシングはより深いものになり、釣りがレベルアップしていけるようになると思います。僕もブラックバスの本能を理解しないで釣りをしていた時は、なかなかバスに出会うことができませんでした。そこで今回はブラックバスの本能について解説していきます。この動画を見るとブラックバスの本能を理解することができます。そしていくつもあるバスの本能に対してどうやって釣りをしていけばいいのかもお伝えしますので、最後までぜひ見ていってください。このチャンネルではスタイルファンが釣りのレベルアップを目指すとともに、経験したことや勉強したことなど釣りに役立つ情報をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。はじめにブラックバスの本能を理解するために、本能を大きく3つに分けてみましょう。僕が尊敬する林圭一さんの著書「バスフィッシングの基本と戦略」ではこう書かれています。バスは自らの本能によって行動を起こそうとします。このバス自身が持っている法則は次の3つに分けることができます。食欲の本能、安全の本能、繁殖の本能。バスが取るいろいろな行動は常にこれらのうちいずれかが引き金になって働いています。どの本能を利用して釣りをするかはとても重要な作戦の一つになります。使うルアーの種類や選ぶ場所が違ってくるからです。と言われています。この考え方はバスを探し出して、そして釣るために本当にためになる考え方だと思っています。当然ブラックバスも空腹になり餌を食べます。この本能を利用して釣るためには、まずバスが餌を食べるのがどこかを考えます。当然餌のいる場所ですよね。バスの餌となるベイトがいる場所を探すことでバスのいる場所が分かります。そしてそのバスを釣るためにどうしたらいいのかを考えます。食欲の本能を利用して釣ろうと思ったら、選ぶルアーもマッチ・ザ・ベイトと言われるように食べているベイトに似せる必要性があります。形や大きさ、色や動きなど、なるべくバスが今食べている餌に似せることができると、食欲の本能に対して釣りを組み立てていけます。次は安全の本能です。ブラックバスは魚の中では捕食する側のフィッシュイーターですが、水鳥などの外敵からは身を守る必要があります。水鳥から身を守るために役立つのがカバーなどの障害物に身を隠すことです。カバーに身を隠すことで安全が得られてバスは安心します。カバーがないときは安全を得るために深場に移動したりもします。また大雨などで急激な増水や濁流、過度な濁りなどが発生したときは、濁流を避けられる場所や濁りの影響の少ない場所など安全が確保できる場所に移動します。釣りをするアングラーとしては、バスが安全のために移動したカバーや流れや濁りを避けられる場所を狙っていくことで、バスの居場所を探し出して釣ることができる確率は高くなると思います。3つ目は繁殖の本能です。ブラックバスは冬が終わり水温が上がってくると繁殖のための産卵行動を取り始めます。バスの産卵はその水域の最低水温から約10度 C ほど水温が高くなった頃から始まると言われています。
産卵を意識したバスはシャローへ移動を始めます。オスは水温の上がりやすく風の影響を受けにくいシャローのハードボトムなどにスポーニングベッドと言われる産卵床を作ります。アングラーとしてバスの探し方は、バスがどの辺りにスポーニングベッドを作るのかを考えて釣りを組み立てていくといいと思います。釣り方としては、この時期のバスは攻撃的になると言われています。特に産卵後、オスバスはスポーニングベッドに残り、卵や稚魚が外敵に襲われることから守るために特に攻撃的になります。また、繁殖の本能が働くと食欲の本能が薄れると言われています。ホルモンの影響で空腹を感じにくくなるそうです。ということは、この時期のルアー選びはマッチ・ザ・ベイトというよりもスポーニングベッドに侵入してくる外敵といった要素のあるルアーの方がバスのストライクを出しやすいのかもしれませんね。しかし、オスバスを釣ってしまうと他の魚などに卵や稚魚が食べられてしまう確率が高くなりますから、僕は意図的にスポーニングベッドは狙わないように心がけています。このようにブラックバスの3つの本能を理解すると、バスの行動を読んでバスの居場所を探し出し、釣るためのヒントになると思います。他にもブラックバスの本能はありますから、それは他の動画で解説したいと思います。ここまで見ていただきましてありがとうございました。このチャンネルでは釣りに役立つ情報をこれからもお伝えしていきます。チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると今後の動画制作の活力になりますので、今回の動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それでは良い釣りを。スタイルファンでした。